はい、森拓郎です。先日上げさせていただいた動画で、足痩せに必要なストレッチはこれやっていうやつで、2分間で足痩せするよっていうストレッチを紹介させていただいて、非常に効果を感じていただいている方が多くて、反響もいただいたんですけども、そこに付け加えてですね、さらにこのストレッチやるとより美脚が増すよというストレッチを紹介していきたいと思います。はい。このストレッチは前回のもそうなんですが、30日でスキニーデニムの似合う私になるという本ですね。こちらの方でも紹介させていただいておりますし、今度出るですね、ウォーキングの本、私のウォーキングの本で痩せウォークという本が出ますので、こちらの方でもご紹介はさせていただいてますが、この動画では無料で、こちらの、ストレッチエクササイズ、なんていうのかなっていうのを、しっかりお伝えできればなというふうに思っております。興味があったら本買ってください。はい。で、今回注目するのは膝です。膝。はい。膝すごい重要で、この膝の部分ってここ空間になってるんですが、この膝の部分がねじれちゃってるっていうことが一つ原因としてあるよという話です。はい。前回の動画でですね、この股関節ですね、この股関節の部分が内側回しになるよ、内側回しになるよっていうことで、それが原因でですね、この足が内側回しになると外側に開く、もしくは前にせり出るっていうことが起きてくるから、もものこの辺が筋肉がね、張ってきたような感じになるよというお話をさせていただいて、そのためにはこっちにストレッチしようよということをやったんですけども、はい。で、それに加えてですね、膝がさ、内側に入るってことは、こう内股になるってことじゃないですか。こうってことね。で、なると、この膝、ここの部分と、この膝下の部分見てもらっていいですか。膝下の部分が、こうねじれるわけじゃないですか。こっちに行くっていうことは、この足が内側に入るっていうことは、こっちが外側にねじれるってことですね。なので、つまり、こっちがこっちにねじれたら、こっちはこっちにねじれるだろうというわけです。はい。なので、多くの人は、この膝下が外旋、膝上、股関節は内旋だけども、膝下は外旋方向に引っ張られてるよということが起きてるという話ですね。はい。で、これが起きてると何が起きるかっていうと、このねじれによってこの膝下ですね、膝下部分がどんどん外側に動いていきます。はい。外側に動いていっちゃうと、足こういう風に立った時に、ここの部分が今僕ふくらはぎスレスレっていう感じですけど、ここがどんどん外側に広がってきちゃうんで、足元ね、この足元くっついてて、膝もくっついててってなってるのに、ここだけなんか膝下だけ開いてるよっていうような感じの方とかがね、結構いらっしゃるんですよ。これが X 横脚、もしくは膝下横脚というような言い方をすることがあるんですが、つまりですね、一般的な横脚はね、こう足が外に開いていってって起こるんで、この間が広がるんですが、はい。それだけじゃなくて、そこはそんなに起きてないんだけども、ここの膝下の外旋が増えてきちゃって外に開いていっちゃう。で、膝下だけ開いてるよっていう方とかなんかが、これはほぼほぼ足が太いよって気にしてる方とかほぼほぼ起きてると思います。単に足が太くていや開いてないっていうように見える人いるかもしれないですけど、ここ出っ張っちゃってるよって人多いんですよね。で、ふくらはぎ外側に広がっちゃってみたいな感じなんかは膝下のねじれが原因じゃないかなって思うんですよね。もちろん、連動して起きてるんですよ。横脚プラス膝下ねじれの方もいるし、横脚でも膝下ねじれが多少っていう人もいるし、横脚になってないけど膝下めっちゃねじれてるっていう人もいるし、X 脚の人とかなんかめちゃくちゃねじれてますからね。えぐいぐらいねじれてます。はい。なので、このねじれを解消するエクササイズっていうのが必要になってきます。はい。で、まずはチェックですね。はい。
まず普段どういう風な使い方しちゃってるかなっていうところも踏まえてなんですけども、まっすぐ立ちます。まっすぐ立っていただいて足と足くっつけますが、足と足くっつけた時にここですね、このくっつけたところに指3本分だけ開きます。はい、この指3本分開いた時に人差し指です。この足の人差し指がスーッとまっすぐこの足首の中央のところまでちゃんとまっすぐ伸びてますかね。これがこうなってたりだとかしてる人結構多いんで、これまっすぐじゃないからね。人差し指まっすぐ、親指は無視して、親指はなんかねこうなってる人とか多いんで、人差し指をまっすぐにしてもらって指3本分開けてください。でその状態で膝を曲げます。クッと曲げてください。クッと膝をスクワットじゃなくて膝をただ曲げるだけ。その時に膝と膝がくっついちゃう人、パコンと当たっちゃうっていう人はこれねじれちゃってると思います。はい、本来は膝のお皿は人差し指と同じ方向を向かせるんですけど、これをやるとめっちゃ膝外に開いてんなっていう感覚になる人は相当ねじれが起きちゃってるなということですね。こうじゃなくてまっすぐですね。はい、こう内に当たっちゃうっていう人、こういう風になっちゃう人はもうジャンプしたらカンカンカンって当たっちゃうわけですから、縄跳びなんかしたらもも太くなって当たり前だからね、縄跳びなんかしたらふくらはぎ太くなって当たり前だからねっていうことが起きます。はい、で、次スクワットしてみましょうか。スクワットも、大体肩幅ぐらいよりもちょっと広めに開いてワイドスクワットでやってみましょうか。つま先は30度外側で、この状態でお尻を落とすようにしゃがみますっていう風にやった時に、ね、目いっぱい足開いちゃう人とかいるじゃないですか。目いっぱい足開いちゃったらさ、余計内股増すからね。これダメだから。足開いてるっていうんじゃなくて股関節開かなきゃいけないわけよ。股関節開くためにはこう膝がこうグッと外側行かなきゃいけないわけですけどね、膝のお皿が外側向かなきゃいけないんですけど、膝のお皿こんな真正面向いちゃってたらこれ内股だからね、こういう風になっちゃってる人が非常に多いですね。うわめっちゃもも疲れるわっていう感じになってくるんで、はい、こういう人がやるとなんかこういう風なスクワットとかになったりとかしますからね、これもダメです。はい、股関節ちゃんと動いてないから、股関節ちゃんと動かしてもらうためにはこっち側が必要なんだけど、こっち側だけじゃなくて膝もちゃんと外に開いていないと内もも効いてこないですよね。内ももとお尻がちゃんと使えないので、これとあと歩き方ですね。こうなっちゃうか、一歩踏み出しちゃうとこうなっちゃう、内側に潰れちゃうっていう人とかなんかはこれもねじれてる証拠だし、この状態で歩いたらこういうふうに歩くわけでしょ。いますよね、こういうふうに歩いてる人ね。こういう、あとこういう人もいますね。なんかボール蹴ってるみたいな、こっちだけこうやって分回ししてるような、はい、こういう人もいますね。こうなっちゃう、膝下がふわんふわん分回し運動しちゃうよっていう人とかいますし、あとはね、ガニ股なんですとかいう人いるんですけど、つま先外向いてるんですよ。つま先は外向いてるんだけど膝のお皿まっすぐみたいな人結構多くて、こういうふうに歩いてる、これガニ股じゃなくて内股だからね、これ、だってさ、この状態で膝まっすぐでしょ、つま先外側でしょ、この状態でつま先まっすぐにしたら内股になりますよね。はい、この動きをただこうしてる、回転させてこうしてるだけなので、はい、なのでもうここがねじれちゃってる時点で何やってもこうなっちゃうだけなんで、はい、あんまり意味がないということで、股関節非常に重要なんだけども、この膝下のねじれっていうところをちゃんと改善していかないと、いろんなエクササイズしてももも太くなるしふくらはぎ太くなるし、下手すると膝痛くなってくるしっていうようなことが起きてくるんですよね。これが若い時に起きてると、将来、変形性膝関節症とかの、原因にもなってきたりするので、はい、それで軟骨すり減らしてコス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 ね、コス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 ねなっちゃってる可能性がありますから、これをしっかり改善していきましょう。はい、では動きをやっていきますね。まず片方の足決めちゃいましょう。ビフォーアフター見たいので片方だけを集中的にやっていきたいんですね。はい、まず、僕は右足ですね。この右足を出すんですけども、やっぱりねこの膝下、ここがもう骨盤まっすぐでこ
まっすぐにした状態で膝のお皿向けましたって時に、この膝の下の人差し指ですね、ここがまっすぐ来てなきゃいけないんですけど、これがもうこっち、こうね、横にスライドしちゃってるよとか、あとここがもう湾曲しちゃって、多少ねここはこう湾曲してるんですけど、それがもう本当に月みたいにこうなっちゃってるっていう人は結構多いんですよね。ここが出っ張っちゃってるっていう人が多いんですけど、それは足がこっちにねじれちゃってるからですね。はい。で、この膝下のこの動きって誰でも結構できるんですけど、でもこの動きって曲げてるからできる状態で、伸ばすと動かなくなるんですね。伸ばすと膝下って動かせなくなって、ここでロックされてしまうので、曲げた状態でやっていきます。なのでしっかり曲げましょうね。しっかり曲げて、だいたい90度ぐらいを曲げてもらって、これ椅子に座って見やすいように台置いてますけども、別に地べた座っていただいて全然構わないです。はい、曲がってれば OK です。はい、でその状態で、まずかかとをついてつま先をクッと上げます。はい、このつま先上げた状態で膝上は動かないように押さえた状態で外側に、こっちにずれちゃってるんですけど、こっちはだいたいみんな30度から40度動くと思うんですが、まず動きやすい方向を動かします。はい、これはそんなに問題ない方が多いと思うんですね。イメージとしては、この骨、ここに骨の出っ張りがあると思うんですけど、これがこっちに収納されていくような感じですね。キューッと収納されていく感じです。キューッと。はい。で、これが動いたら今度、内側ですね。この内側が、最大でも10度ぐらいしか動かないと思うんですが、だいたい3、40度ぐらい外側、内側10度です。はい。3対1なんですけど、ほとんど動かなくていいんですが、もう0度ぐらい、もう全然この辺で詰まっちゃうよっていう人が多いと思いますが、つま先だけのこういう動きにならないように、はい。で、ここがなんか詰まる感じするのは全然大丈夫です。ただ、こういう風に動かずに、つま先しっかり上げて、親指を高い位置保ったまんまでひねります。はい。こっちね。だから、外側から内側まで。この状態を10往復いきますね。はい。このよりも上は動かないですよ。はい。まず、膝固定して、つま先上げて、外側。ここからスタートです。10回いきます。1、つま先上げた状態で、そう。2、この骨がぐっと前に出てきます。そう。こう。3、こう動かないで、ここのまま戻して、はい。4、ここ固定。はい。こっちに持っていくつもり。5、5、6、7、つま先上げて、はい、8、そう、ぎゅーっと9、10、OK。はい。この動きが全然動かないよっていう人は、この辺のほぐし、もうここから全部ちゃんとほぐしとかないと、もうここが全然滑らないっていう状態で起きてるかもしれないんで、皮膚つまんだりとかさすったりとか、この辺の筋肉をほぐしたりだとかっていうのをした方がいいかもしれないです。はい、これはまた別の動画でできればなと思ってますが、とりあえず動く人はしっかりここで動かして、こっち側に動かす感じですね。はい、まず1個です。はい、これと2個あるんで、こっちの方はさっきのね本で紹介してなかった方ですね。先にこっちしてもらったら、次に立った状態でつま先を一歩前に出します。つま先一歩前に出したら、人差し指を30度内側に向けます。こうつま先を30度内側に向けた状態で、大体でいいですよ。大体でよくて、でそこから膝をしっかり曲げます。膝をしっかり曲げたら、この膝をこっちですね、外側に持っていく。内股になっちゃうわけですから、内股の逆、こんな方向動かした方がないよっていう状態なんですけど、これを5回、4、はい、5、はい、これの時に親指が浮いてきちゃダメです。親指が浮いちゃダメで、はい、膝のお皿をしっかり持っていくことと、しっかり膝曲げること、この辺でやってちゃダメです。はい、しっかり曲げてグッと持っていく。はい。で、この辺が張るよっていう人は、それは、ね、こうやって普段ねじっててここが固まっちゃってるからなので、これもまたねしっかりほぐしてもらうとかっていうのが効果あると思います。はい。
曲げてこっち、これを5回です。はい、そしたらまたつま先ちゃんと30度内側向けてもらって、はい、今度は膝軽く曲げた状態で膝のお皿を真正面に向けます。はい、小指側って感じですね。真正面に向けて、そこから真正面に向かってグッと押していく。そう、これで5回。3、4、5。そう、しっかり膝をぐーっと前に出していく。はい、親指しっかり押さえる。はい、これによって膝上がこっち、膝下がこっちってぐーっとこう反対方向に持っていかれてる状態ですね。はい、痛い人は無理しないでね。はい、でまたチェックですね。これだけです。足をくっつけて指3本分です。指3本分開いて、この状態で曲げ伸ばしして、あれあれみたいな、こっちまっすぐだけどこっち内側向くぞみたいなことが起きてきたりだとか、ちょっとスクワットしてみましょうか。30度外向けて、はい、こうやってしゃがむ。あれこっちすごいこっち効くけどこれ全然無理だなみたいなことが起きてくると思うんで、こうなっちゃうわけですよね、膝がねじれてると。なのでちゃんと膝が開けるようになることで股関節が使えるという状態です。足もしっかり押せるっていう状態なので、この股関節と足の間のこの膝が正しいポジションにないと何やってもずれちゃうんですよね。膝が動いちゃうと、それによってももが太くなる、ふくらはぎ太くなるっていうことが起きてきます。はい、じゃあ反対側行きましょうね。はい、同じです。足を曲げてもらって、はい、つま先をクッと上げます。まずは反対側、こっちですね。膝が動かないように注意して、ここからギュッと内側回し、外側から内側、外側から内側。そう、これを10回ですよ。3、戻して4、そう5、つま先上げて6、膝動かない、こっちも立て7、そう、壁作って8、つま先上げて9、つま先上げてギュッ、はい、OK ですね。はい、ここ結構疲れちゃいますけど、はい、しっかりこの足首の部分もはめてあげなきゃいけないので、ここをはめるのとここをはめるのと両方でね、こう持っていかないとここの関節って正しいポジションにはまっていかないので、はい、で地面に足をしっかりついた状態で足一歩前に出して、つま先が30度内側です。はい、でこの時になんかこう骨盤が動いちゃうっていうと、もうここの意味がなくなってきちゃうので、こうやってやっちゃダメですね。で動いちゃうわっていう人は壁とかね、こういうところに壁とかに手ついてやってもらってもいいので、何か持ってもいいんで体幹安定させないとダメです。この骨盤が動いてここが疲れちゃうって人は、そもそもこのストレッチも硬いのかもしれないんで、はい、ここが動いちゃう人はそれまたそれ以前の問題です。はい、ここもしっかり柔らかくした状態で連動させてやってもらいたいです。はい、つま先30度で、はい、でしっかり膝曲げて、こっちの足はねもう押す方なんで別にどこにやっても構わないですよ。はい、この状態で外側に5回、1、2、しっかり膝を曲げてね、3、4、5、親指浮かないように、そう1回戻して、またつま先をしっかり30度の位置に戻して、膝軽く曲げて膝のお皿を真正面に向けます。この状態で正面に向かって5回、1、2、3、ぐっと前に4、5、OK。こういう動きするとね、自分のどこが硬いのかとか分かると思うんですよね。ここ硬かったなとかあるじゃないですか。ここ痛いなとか、本当に痛くてもう痛みが取れないっていう場合は中止してください、絶対に。はい、なんか変なとこ痛めちゃってる可能性が高いんでね。はい、この辺を硬い人はもう本当にふくらはぎからももの外側から内側から全部ほぐしてからやらないと、ちょっとここの隙間ができてない可能性があります。はい、でまた最後のチェックですね。ちゃんとできてたかどうか、足を開いて3本分です。これがちょっとでも改善して膝のまっすぐ、どうですか、
まっすぐ動くようになりました？はい、ちゃんとこれができるようになってるかっていうことと、スクワットね、30度外側、これよりもつま先よりも、つま先と同じ方向じゃないんですよ。つま先よりも外側のつもりでやらないと内側潰れていっちゃうからね。もうこれダメだから、足たくさん開いちゃダメ。はい、ある程度開いたらつま先も開きすぎちゃダメ、内股になっちゃうから。はい、30度ぐらいです、前向いてるのは。ちょっと外側。はい、で膝をしっかり開かないとここが使えないんで、足だけ開いちゃダメです。膝を開くが大事。膝を開いて、膝を開きながらお尻を落とすってやれば、こんなのね、つま先より膝なんか前に出るとか関係ないですよね。関係ない。お尻を落とすんだもん。はい、お尻を落とすのとさ、膝が前に出るのって話が全然違うから、こうならないようにじゃなくて、膝を外側に持ってってお尻を落とすイメージですね。そしたらここがしっかり伸びて、お尻ギュッと締めて、内もも伸ばして内もも締めてっていう運動ができるはずですね。はい、でこれできて、足がまっすぐだったら地面についてもまっすぐまっすぐになりますけど、こうなっちゃう人、こういうねブルガリアンスクワットランジとかの時にこうなっちゃう人は、こことここのねじれと全部ダメになっちゃってるんで、このストレッチとこのストレッチと両方やっとかないと、もうももの外側パンパン、ふくらはぎパンパンっていうことが筋トレしてるのに起こっちゃうよということが起きてきます。はい、これはもうウォーキングとかランニングとか何でも一緒です。はい、結局運動するときに正しいポジションに関節がなければ、別のとこを変な風に使うしかないんですよ。なのでまずゼロにしてもらう。これがちゃんとできれば、運動量を上げるということよりも今の運動量のままでスタイルが変わる可能性が高いですね。で運動量を増やしてスタイル悪くなる人って結構いらっしゃるのは、やっぱねじれちゃってるからなんですよね。デスクワークしてるよとか、変なね靴とか履き続けたよとかっていうせいでずれちゃってるっていう人とかなんかは、運動して負荷を与えることで体のバランスがどんどん崩れていっちゃう可能性があるんで、こういうストレッチとかでまずリセットしてあげて、そこから運動量を増やしていくといいですね。これでちゃんと整えてもらって、1日の活動量としては本当にウォーキングでも7000歩以上ですね。だいたい平均6、7000歩ぐらいなので、それぐらい以上は活動してもらうと、それだけでも足が細くなってヒップアップして足のラインきれいになってっていうことが期待できるわけですよ。はい、でまたこれ歩き方どうしたらいいのっていうのは本がありますから、本はぜひ参考にしていただければと思いますし、その他のストレッチですね。その他のストレッチ、ここだけじゃないんですね。僕が本当に重要だよと思ったのが、この間教えた、股関節のストレッチないし、この膝の、エクササイズですねっていうのをやっていただくっていうのを、これをベーシックでやって、でそれプラスここも大事ここも大事っていうのをプラスした本になるので、そちらの本も参考にしていただければと思いますし、はい、もういろんなことが理由があってやることが大事。ただ筋肉ほぐすだけとか、ただ筋肉ストレッチするだけとか、ただお尻大事だからお尻鍛えるだけって言って、目的がふわっとしてる運動とかストレッチとかマッサージとかっていうことではなくて、ちゃんとこのためにこうしてるよっていうことを、説明したいので、この動画は長いんですよ。はい、まあそれがめんどくさいって言ったらもうすいませんみたいな感じなんですけど、はい、僕はちゃんと説明を聞いてほしくて、意味あると思ってやったら、だってビフォーアフターを見てもらうのとかなんかも、これやってちゃんと結果出てんだ、効果出てるんだ、むしろさっきの状態で運動したらダメだなっていう自覚をしてもらうためなので、はい、まず自分の体がどうダメなのか、どう良くなったのか、そのために何するのかっていうのを理解してやっていただきたいなと思います。はい、いろいろねストレッチ動画とかも上げていきますけども、本とかでも、ご紹介してますので、そういったところで、他の方のストレッチとかそういうのとかなんかも、それをね分かってた上でやると全然違うと思うので、はい、そういったこととかなんかを考えながら普段やってみては、運動ないしストレッチやってみてはどうかなと思います。はい、以上。